RC トーゴ。どうもちゃん、ラジコントーゴです。で、今日はこちらの岐阜県のカナズスープラ軍団のこれダメかな、これ大丈夫まあ大丈夫ですよ、はい、岐阜のね、カナズのスープラのことで好きだっていうアクタさんなんですけれども、で今日なんですけれども、最近話題のサムライグリップっていうのがあるんですけれども、こちらの方をですね、どうやって結んでるのかっていうのをアクトさんにちょっと実演してもらいたいなっていうところですよね。はいはい、なんでアクトさんにやってもらうかっていうと、たまたまアメブロでやり取りしてて、できますよっていうのがあったんでじゃあ縛ってくださいっていう風ではい、そうですね。そうという風で なるんで、やってみたいと思います。実際どんな結び方をするんですか？実際に刀の、実際に結ばれている結び方なんですけど、はい、何縛りっていうんですか？もろひねり巻き。もろ出し巻きじゃなくてもろひねり巻きですね。はい。実際刀でもその結び方が一般的にされているっていうことで。刀マニアなんですか？いや違います。もう調べたくって。そうですね。はい。じゃあその実際に侍の刀があるんですけれども、それの柄っていうのかな？そうですね、柄ですね。柄の部分の結び方を実演してもらいたいと思います。準備はいいですか？はい、大丈夫です。好きな女性のタイプって前聞いたよね。はい。何つったっけ？七尾さん。七尾ね。はい。いい女だね。ちょっとああいうちょっときつめというか、キリッとした女性が好きですね。じゃあですね、実演の方をちょっとしてもらいたいと思います。で、皆さんもぜひ参考にして巻いてもらえればと思っています。はい。ね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ使う紐の説明お願いします。はい、一般的にお店で売られている靴紐を使ってます。靴紐、はい。ただこれ靴紐1本だと短いので、はい、ここで切ってアロンアルファで接着してます。そういう風なんだ。はい、ちょっと待ってね。靴紐普通のやつだとちょっと短いんで、短いので2本を1本にアロンアルファで接着してるってことですね。要は、ここの先っぽを、これぐらいギリギリで切って、ちょっとね、この先っぽをギリギリで切って、2本、アロンアルファでこういった感じでくっつけるというかね。くっつけてます。はい、わかりました。はい、いいですよ。じゃあ結び方ですよね。はい。じゃあまずこのセンターの部分を、後ろに止めてもらって、センターの部分を、真ん中ですね。この結び目のところですよね。はい。こんな感じで、止めてもらって、でしっかり押さえてもらって、後ろから90度。後ろから90度。はい。後ろに回して90度折って、後ろから45度に折ってもらって、で今度表に45度で、表にまた45度。でこれを繰り返していきます。次は反対側を、45度で、45度こんな感じですね。でこの結び目上重ねてもらって、引っ張ります。結び目を重ねると。そうですね。引っ張ります。これを繰り返しやっていきます。後ろカメラおるけどごめんね。45度折ってまた45度折って45度で45度
で引っ張ります。はい、これの繰り返しなんですね。そうですね、この繰り返しですね。ちょっと後ろだけ気をつけてもらって。45度折ってで40。でちょっと下に下げとくとここ入れやすいんで、何をするか。これこのままグッとやっちゃうと、うん今度次がやりにくいんで、もうこのままちょっと下げてもらって、はいはいはいそうするとここに縄が入れやすくなるんで、はい。ってやるとやりやすいと思います。で40。なるべく根元のここの巻きのすぐぐらいで45度折って。そうですね、40ちょうどこの折れ目というかこの先っぽの切れてる辺ぐらいで、これ力入れずに、うんこのまま普通に軽くはい巻いてもらって、はいここは力入れずにこの重なった折った状態でギュッと引っ張ってもらうとちょうどいい感じちょうの、どいい感じでちょうどそこのセンターに来るんそうですねになるんで、なかなか侍っちゅうのはなかなかなんでこの結び方なんですかね。手に馴染みがいいんです多分そうだと思いますけどね、やっぱ握りやすいっていうのもあると思うんですけど、かね。ここは普通に引っ張らずにソフトに曲げてもらって、あ、すげえ。で押さえといてもらって、何巻きだったっけ。もろひねり巻き、もろひねり巻き。撮影中ですよ。大丈夫大丈夫です。すげえわ、アクトさん。これでもね難しいですよね、意外に。プロポなんで、ちょっとやっぱ取っ手が邪魔したりして、バッテリーが邪魔したりして、結構これ難しいですよね。でやっぱずれるんで、はい、実際の刀でもやられてる人おるんですけど、ここの前と後ろに両面テープ貼って、紐がずれないように、最初にこことちょうどここの前と後ろに両面テープを止めとくと今度これがずれにくいんで、そうやってやってみる人も見えます。僕はベタベタになるのが嫌なんで、ちょっと苦労してでもやってますけど。アクトさんド M だよね。違ったっけ。違ったっけ。いや、ド S だ。S か。そっかそっか、失礼しました。あとはこう上押しながら調整してもらって。すごいね、これもうガチだもんな、これ。巻き方かっこいいですね。もろ出し巻きとか言ってたかな。もろひねり巻きで、ここ45度45度折るときに、一応しっかり最初は力やらなくていいんで、こうやってギュッてやっちゃうと形が崩れちゃうんで、確実にここはこうやって指で押さえながら確実に作っていった方がいいですね。ギュッと押さえるんじゃなくて軽く添える感じですね。そうですね、添える感じで。結構これ練習がいるね、ちょっと。そうですね、ちょっとコツつかまないと偉いかもしれないですね。これ変態さんも言ってたけど、なんか外人にすごい受けるんですよね。アクトさんすげえ。よいしょ。しっかり曲げて、こうなると、これ形崩れるんでできるだけ平らにってことね。
まあここ空いててもいいんで、はい、ここでギュッと縛ってから、まあ、ずらせばいいんで。はいはい。うん、知ってる知ってる。これ1本じゃ無理だね、やっぱり。靴ひも片方1本が1メーター20あるんですけど、はい、それだと短いですね。やっぱ2本つないで2メーター40でちょっと余るぐらいになるんで、1本では短いですね。1本で短い。すげえわこれ結構力使うんですよね。手プルプルになるんですよね。なんでみんな両面テープとか使うの？そうですね、両面テープあるとここでピッて止めれるんで、もうこれ指を割いてなくていいんで、あんまり裏話しはい、どうぞ、はい、どうぞ。テクニック出て。あ、でも肝心なところに入ったのね。そうそうそう。また来たよ、あれが。なんや。雑音が。エロ話になる。エロ話じゃない。あ、塚田さんにね。あだ名が。ちょっとすごいの考えた。これでなるとかっこいいよね。かっこいい。カジさん、僕 K1 選手。K1 だったっけ？ボクシングだったっけ？シューティング？シューティング？シュートボクス？わ、すごい。さすがアクトさん慣れてるんで10分少々だね、これ。いや、偉いですね。偉いですね。偉いよね。はい、一応こう一通り巻いて、はい、この後もまあ刀の実際の巻き方に近い締め方するんですけど、はい、よいしょ、ちょっと緩めてもらって、あそこを緩めて、はい。あ、そういう風に通すんだ。打ったこっちが痛いもんね。これ通しますね。通して、はい、と今度こっちだったかな。こうして、あ、両側こういう風にそこの中を通すからね。そうですね。ほいほいほい。こんな感じですね。ほう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 。で、ほい。パッてもらって、でこれをもう一回今度こっちに。よいしょ。ちょっとその状態で一遍見せてもらっていいですか。でもう一回そういう風に通す。それで引っ張ったらもう一回そうやって通すとね。こんな感じで分かるんですかね。離れてカバー。鼻かまどれ。2回くぐらせるって感じだ。そうですね、2回くぐらせる感じですね。2回くぐらせて、
まあ、この辺はでも適当に縛ればいいと思います、ああ、はいはい。こんな感じで縛ってもらって、よいしょ。まあ、あとは普通に駒結びなりはい。蝶々結びなりああ、そういう感じね。してもらえれば、残った部分ってどうしてます？とりあえずね、これ僕はこのままにしてます。縛ってあとはもうこう整えてもらって、はいはいはい。うわ、かっこいいわ。汚いですけど、まあ、こんな感じで。いやかっこいいですね、これ。でまあここ結び目前あっても、まあよっぽど邪魔にならないと思うんで、はいはいはい。でここ接着剤でつなげてあるんですけど、はい、これもそんな指触らないんでああ、はいはいはい。問題ないと思います。なるほどなるほど。はい。すげえ。これぜひ参考にしてもらって皆さんもね、そうですね。やってもらえていいですね。はい。それやりたい。やりたい。俺の車のシフトノート、握り心地がいいね、すごい。あそうひねらずにつまんで巻く方法、もろつまみ巻きっていうのもあるし、そんなのもある。もう一つはそのやっぱりその穴開いたとこ、ここはやっぱりこう手にクッとあ、馴染むっていうことですね。すげえや。やっぱ刀すげえと思ったもん。すごいね。やっぱり伝統の技っていうのは意味がありますね。あれだけ重たい刀でもすっぽ抜けない。ないためのあ、そうですね。そうだよね。グリップって考えるとやっぱりかなり重いらしいですね。だって鉄の棒がさ2メーター大げさか2メーターないかな。 1.1 メーターちょいあるでしょ多分。あるあるこれぐらいは。そうそうやっぱそれをしっかりグリップしようとするための技って考えるとやっぱこうこういう風にねなるんだろうね。すげえな。まあやっぱりその昔の戦っとる時の知恵っていうことだもんね。これ確かだね。生きるための技だもん。そうだよね。深いですね。ありますね。深いですね。でも本当そうだと思いますよ。だってすっぽ抜けが許されないもんね。切り合いの最中にさ、生きるか死ぬかっていう時にさ、体がすっぽあーってなれんもんね。あれだね。本当死んじゃうそうす。るとやっぱり行き着いたところがこれなんでしょうね。でしょうね。で、皮で巻く時も皮で巻くやり方もある。はいはい。でこういうまあ結紐というんか、はいまあ一般的なこういう紐で刀巻く人も見えますあるし、あと革でこういう巻き方をした刀もあるっていうことで、川で。そしてアクトさん本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。あとなんかお楽しみがあるっていうはい、お楽しみがある。オプションがあるんですよ。オプション。ということで、ありがとうございます。じゃあさようなら。RC なんだったっけと。はい。ありがとうございます。遊んだ。